こんにちは、学びオタクです。今回は SD ガンダムワールドヒーローズよりアーサーガンダムマーク3を制作していきます。このキットはガンダムマーク3をベースにアーサー王をモチーフにデザインされています。さて、プラモデルにはいろいろなコンテストがありますが、実は今回の制作はホビージャパンのオラザクコンテストの SD 部門に向けたものなんです。最初はもっと腕を磨いてから応募しようと思っていたのですが、ある日成長したいなら未熟なうちから応募しないと思い立ち、9月2日の締め切りギリギリになんとか完成させました。当時の技術を全て注ぎ込んだ渾身の作品です。この動画ではその制作過程を丁寧にお届けしていきます。最後までご覧いただけると嬉しいです。オラザクの入賞傾向を見ていると、多くはオリジナルの SD ガンダムで、しかも丁寧に作られた作品が評価されやすい印象を受けました。しかし私にはオリジナルの SD ガンダムを一からスクラッチする技術はまだないため、いかに丁寧に作るかを目標に制作を進めました。今回のポイントは肉抜き穴埋め、エッジのシャープ化、丁寧な塗り分けの3点です。特にこのキットはデザインとしてはエッジが効いているのに、実際のパーツは丸みが目立つので、全てのエッジをシャープに仕上げました。また塗り分けに関しては、通常は彫り直しをしない部分もあえて手間をかけて全パーツを彫り直してから塗装しています。これが当時の私のスキルの限界でしたが、可能な限り丁寧に作り込んでみようと全力で取り組んだ作品です。まずパーツをランナーから切り離し、ゲート処理も丁寧にヤスリをかけて進めました。次に仮組みを行い、これによって肉抜き穴の位置やエッジをシャープにする箇所、合わせ目の確認ができました。仮組みをすることで必要な加工のポイントを把握し、作業のイメージがより明確になります。私、学びオタクは子供の頃にガンプラにはまり、そのままフェードアウト。2016年にプラモデル制作に本格復帰し、大人の財力で道具を買い揃え、ノウハウを学びながら実践し、スキルアップの過程を動画配信しております。仮組みしたものがこちらになります。以前からお話している通り、SD ガンダムワールドヒーローズのキットは塗り分けが多く細かいため、しっかり作り込む必要があります。特に今回のアーサーガンダムマーク3はデザインが非常に精緻であり、そのデザインを再現するには塗装の丁寧さが求められます。上級者向けのキットだと感じる理由は、単純に組み上げるだけでなく、細かな部分まで塗り分けを工夫することで作品に生命感が宿るからです。完成後のビジュアルが格段に変わるので、このひと手間が大切だと痛感しています。これから細部にまでこだわりを持ってしっかり作り込んでいきます。と、ここで仮組みしたキットをばらしている最中にまさかのトラブルが発生しました。なんとやる気が高まりすぎて力を入れすぎたのか、足の軸が折れてしまったのです。このアクシデントには少し気持ちが折れかけましたが、せっかくの機会なので今のスキルを試すつもりでリカバリに挑戦することにしました。そこで真鍮線を使って補強するテクニックを採用。初めてのチャレンジではありますが、これが無事成功すればより強度のある仕上がりになるはずです。実はこの動画を編集するにあたり、この足の軸が折れていたことさえ忘れてたくらい、このまましっかり軸が馴染んでくれました。いかがでしょうか。では早速エッジのシャープ化を進めていきます。今回使うのは瞬間接着剤と余ったランナーです。まずは余分なランナーを少し大きめに切り取り、シャープにしたい部分、今回はつま先に接着します。その後ヤスリで形を整えながら少しずつ削っていきます。この作業を繰り返して理想のエッジを作り出していきます。こんな感じでつま先部分をシャープに仕上げてみました。この調子で他のエッジも順にシャープ化していきます。次は頭部の特徴的なトサカ部分をシャープ化していきます。まず瞬間接着剤を使って余分なランナーを接着し、硬化スプレーを使用してしっかりと固め、加工しやすい状態にします。硬化が完了したらペンサンダーを使って丁寧に削り込みます。ここでは形状のバランスやシャープさを意識しながら少しずつ削るのがポイントです。この工程を丁寧に仕上げることで
頭部のトサカ部分がより精密でリアルな印象に仕上がります。今回のキットでは肩アーマーにしっかりと合わせ目が入っているので、こちらを目立たなくする作業を行います。まずは流し込み接着剤を使って接着します。この方法はパーツ同士の隙間を埋めるのに最適で、簡単に処理できることが特徴です。しかし流し込み接着剤だけでは完全に合わせ目が消えない場合もあります。その際は瞬間カラーパテを使って合わせ目を埋めていきます。このパテを使うことで細かい隙間までしっかりと処理できます。削る作業にはペンサンダーを使用しました。手作業よりも効率が良く時短にもなるのでおすすめです。そして合わせ目消しの工程を終えたら、そのままペンサンダーを使ってエッジのシャープ化を進めていきます。エッジを鋭く整えることで全体のデザインが引き締まり、より精密感のある仕上がりを目指せます。特に肩アーマーのパーツでは合わせ目消しと同時にエッジのシャープ化を行っています。こちらは肩アーマーの先端をシャープに仕上げる作業になります。まず余ったランナーを利用して瞬間接着剤でしっかりと固定します。この方法は素材を無駄なく活用できる上、強度も十分に確保できるのがポイントです。固定が完了したらペンサンダーやヤスリを使って先端をシャープに削り出していきます。さらに他の部分にも手を加えています。特徴的な頭部の飾りのシャープ化を行い、デザインに鋭さと迫力をプラスしました。また腰パーツのシャープ化、背中バックパックのエッジのシャープ化も行いました。次は肉抜き穴をタミヤのポリパテで埋める作業を進めていきます。今回のキットでは肉抜き穴が手の手刀部分や手のひら、腕の内側、足の内側などにがっつりと入っています。このままだと目立ってしまい、全体の完成度に影響が出るためしっかりと埋めていきます。ポリパテで肉抜き穴を埋め終わったら、次はペンサンダーを使って形を整えながら削り出していきます。もちろんヤスリを使って手作業で削ることも可能ですが、ペンサンダーを使用することで圧倒的に作業時間を短縮できます。さらに仕上げの工程として溶きパテを使用し、隙間や細かい穴を丁寧に埋めていきます。溶きパテは液状で伸びが良いため、細かな隙間や肉眼では気づきにくい荒れた部分にもスムーズに入り込みます。これにより表面を均一に仕上げることができます。塗布が終わったらしっかりと乾燥させ、次にペンサンダーを使用してさらに丁寧に削り出します。これらが肉抜き穴埋めを終えたパーツやシャープ化を施したパーツになります。いかがでしょうか。それぞれのパーツが理想的な形状に近づいてきたように感じます。そしてこれらのパーツに改めてグレーのサーフェイサーを塗装したものがこちらになります。いかがでしょうか。サーフェイサーを塗ることでパーツ表面の状態がはっきりと見えるようになり、エッジをシャープ化した効果が一目で分かりますよね。角が引き締まり、全体の印象が精密で洗練されたものに仕上がっていると思います。実際こうしてサーフェイサーを塗るだけでもすでに十分かっこいい仕上がりに見えますよね。この段階で完成品として飾りたい気持ちになるほどですが、ここからさらにディテールや塗装で奥行きと魅力を加えていきますので、ぜひ最後まで楽しみにしていてください。次にディテールをタガネで彫り直していきます。この工程はパーツ表面の彫刻をより鮮明にし、全体のディテールを際立たせるために行います。普段はタガネで彫り直しはしないのですが、こうすることでパネルラインやモールドの存在感をぐっと高めてくれます。すべてのパーツのモールドを彫り直したら、細かい削りカスを除去するため超音波洗浄機で洗います。ここからいよいよ塗装工程に入ります。模型作りの楽しさが本格的に感じられる段階ですね。まずは一番奥まった部分にある赤い箇所を塗装していきます。使用するのはクレオスのレッドです。
この赤はパーツのアクセントカラーとなる重要な部分なので、しっかりと発色させることがポイントです。特に奥まった部分は塗料が届きにくいので、エアブラシを使い角度を工夫しながら丁寧に吹きつけます。塗装の始めはいつも少し緊張しますが、色が乗っていくとパーツがどんどん生き生きとしてきて作業が楽しくなりますね。この赤がどのように全体のバランスを引き締めてくれるのか、ぜひ注目してみてください。また同じ赤でも一番目立つ頭の額部分や肩、後頭部の丸い部分にはクレオスのメタルレッドを使用して塗装しました。メタルレッドは通常の赤と異なり光沢感が強く、反射によって輝きを放つため、特に目を引くアクセントとして効果的です。基本的にゴールド、シルバー、そしてメタルレッド以外の部分は艶消しで仕上げる方針で進めています。そのため赤の部分がまだ光沢のある状態のうちにエナメルの黒を使って墨入れを行います。墨入れはディテールを引き立てるための大事な工程です。光沢が残っているとエナメル塗料が拭き取りやすくなるため、スムーズに作業を進められます。この段階で墨入れをしておくと、後の艶消し仕上げの際にもくっきりとしたラインが保たれるので効果的です。次にガイアカラーのブルーグレーを使用して塗装を進めていきます。このブルーグレーは全体の雰囲気に落ち着きを与えつつもしっかりと存在感を出せる絶妙なカラーです。特にこの色は機体のメカニカルな雰囲気を引き立てるのにぴったりで、他の色とバランスよく調和しながらもディテールを強調してくれます。塗装の際はエアブラシを使い均一に塗り広げていくことで滑らかな仕上がりを目指します。ガイアのブルーグレーは発色が良く、個人的にお気に入りのカラーの一つです。ブルーグレーはメタリックカラーや艶消し仕上げとの相性が抜群で、全体の配色バランスを整える役割も果たしてくれるのが魅力です。さて次はクレオスのキャラクターブルーを塗装していきます。このカラーは鮮やかで目を引く青が特徴ですが、ここにさらに艶消しクリアを上塗りすることで重厚感と品のある仕上がりを目指していきます。艶消しクリアを重ねることで鮮やかな青の印象が少し落ち着き、深みのある落ち着いた雰囲気を演出できます。この手法は派手さを抑えつつも存在感を際立たせたい部分にとても効果的です。この部分では下地にある赤が発色に影響を与えるかと思いましたが、実際に塗装してみるとキャラクターブルーに少し含まれた白の下地がしっかりと効果を発揮してくれました。そのおかげで赤い下地もしっかりと隠蔽され、鮮やかなブルーが美しく発色しています。ここで一旦光沢クリアを塗装しています。その理由はキャラクターブルーが半光沢仕上げであるため、直接墨入れを行うと塗料がにじんでしまう可能性があるからです。そこで光沢クリアを一度塗装することで表面を滑らかにし、墨入れがきれいに決まるようにしています。墨入れを終えたら改めて艶消しクリアを塗装し、マット感を演出します。次は鎧のつなぎ目にある革の部分を塗装していきます。ここではクレオスの鑑定色を使用します。鑑定色は落ち着いた深みのあるカラーで、鎧全体のデザインにメリハリをつけるのに最適な色です。この部分をしっかり塗り分けることで硬質な鎧と柔らかい素材のコントラストが強調され、リアリティがぐっと増します。ここからはシルバーやゴールド、ホワイトといった明るい色の塗装に備えて、下地としてガイアのエボブラックを塗装していきます。エボブラックは発色を整える効果が高く、特に金属色や白系のカラーを塗る際にその色の鮮やかさや深みを引き出してくれる頼もしい下地です。今回の動画ではマスキングのシーンは省略していますが、実は先ほどまで塗装した部分には全て丁寧にマスキングを施した上で塗装を行っています。黒下地の上からガイアカラーのアルティメットホワイトを塗装していきます。黒い下地を使用することで白い部分に深みと立体感が生まれ、
色が引き締まる効果があります。これにより白い部分がより際立ち、シャープで美しい仕上がりになります。目の部分に関しては普段ならシールで済ませることが多いのですが、今回はあえてメタルグリーンで塗装してみました。その塗装結果がこちらになります。いい感じになったのではないでしょうか。シルバー部分はクレオスのスーパークロームシルバー2を塗装していきます。スーパークロームシルバー2は非常に高い光沢感とメタリックな輝きを持つカラーで、シルバー部分にぴったりの仕上がりになります。特に光の当たり具合で輝きが際立ち、リアルで精緻な印象を与えることができます。また下地が黒という点が非常に効果的で、これにより硬質な質感の表現が実現できていると思います。黒い下地はシルバーに深みを与え、光沢部分に一層の強さと立体感を与えるため、シルバーがより引き締まった印象に仕上がります。そして最後にゴールド部分にはクレオスのスーパーリッチゴールドを使用します。スーパーリッチゴールドはその名の通り非常に深みのある金色で輝きが強く、まるでリアルな金属のような質感を演出できます。このゴールドは特に高級感や重厚感を強調したい部分にぴったりで、全体のデザインに豪華さを加えます。ゴールドの部分が引き立つことで全体の仕上がりがより一層高級感を帯び、完成度がさらに向上します。どの角度から見ても美しい輝きを放つので、仕上がりに自信を持ってお届けできます。最後にマスキングを剥がしていき、いよいよ最終組み立てに入ります。さていかがでしたでしょうか。今回は SD ワールドヒーローズよりアーサーガンダムマーク3を制作しました。この撮影時点では2024年のオラザクコンテストの応募締め切りギリギリのタイミングでした。最後の最後まで細かい点を修正しつつ最終組み立てを進めています。今回の制作ではエッジのシャープ化や細かい造形の彫り直しを徹底し、それらを生かした塗装を行いました。特に彫り直しについてはパーツの塗り分けがより際立ち、境目がシャープで美しい仕上がりになると改めて実感しました。また全体を通じて質感やディテールにこだわり、細部まで一貫したテーマで仕上げることができたと思います。コンテスト応募作品としてだけでなく、自分自身のスキルアップにもつながる挑戦になりました。ということで今回のアーサーガンダムマーク3の評価はこちら。 SD ワールドヒーローズは素組みの状態では少し物足りない印象を受けるかもしれません。しかししっかりと塗装を施すことで驚くほどの見栄えを発揮するポテンシャルを秘めています。その一方で塗装作業のハードルが非常に高いことから初心者にはあまり向いていないかもしれません。よって初心者おすすめ度は星1つです。またこのシリーズのキットは可愛らしい見た目とは裏腹に意外にも上級者向けだと感じます。細部のディテールや塗り分けの難しさ、加工が必要な部分が多いため、しっかりと時間をかけて丁寧に作業できる方にこそ楽しんでいただけるキットだと思います。ただ挑戦する価値は十分にあります。完成した際の達成感とかっこよさは格別です。ということでアーサーガンダムマーク3いかがでしたでしょうか。残念ながらオラザクでは一次審査も通過することもなく、切手サイズの掲載でしたが、また来年も挑戦してみたいと思います。今後もプラモデル制作の腕を磨き、制作過程やノウハウを発信していきますので、ぜひチャンネル登録、高評価、ベルマーク通知の設定もよろしくお願いします。それではモデラーの皆様、良いプラモデルライフをお楽しみください。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。When I hear it coming up like that, I just know that things are gonna end bad. When my body only moves for the beat, you've been waiting for me. I'll just keep dropping it, like there's no stopping it. Then walk with it, la 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 la. I'll just keep dropping it, like there's no stopping it. Then walk with it, la 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 la. I'll just keep dropping it, like there's no stopping it. Then walk
stopping it, then walk with it. La 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 la, I'll just keep dropping it, like there's no stopping it, then walk with it. La 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 la.